コードファントムかっこ仮。ロボゲー作るぜいパート2。今回は戦闘系のアクション追加とハットを実装してきました。まずは武器パーツ。本作の武器はワン、サワン、右ハンガーの3つにしました。ハンガーはウワン武器と同じものを装備するので種類としては2つです。戦闘中に状況に応じて武器を切り替えるゲーム性と必要なパーツ数を削減したい開発上の都合をこうすることで両方を満たしてやろうという寸法です。今実装しているのはライフル、ミサイル、そしてブレード。ブレードは作品によっていろんな切り方があったりするけど、私は毛さ切り派。みんなはどうかな？ブレード中に旋回することで振り返り切りもできるようになっています。重火器系は前回実装した IK を利用して発射する方向へ向けるようにしました。敵をロックオンしている時はこんな感じ。ちなみにこの敵は今作の固定砲台くんです。なんだかんだ雑魚敵としても使いやすいので、いつも最初に作る敵キャラはこの子。新しいアクションステップ。ジャンプ時に方向キーを入力しておくとその方向に加速するようにしました。今作における移動系回避アクションになります。イメージはバージョン3の跳躍型から。実は前回 V3IR の時期の移動制御プログラムを移植してきた時にブーストインパルスも移植していました。ブースト起動時に急加速する、要はクイックブーストもどきです。ただ今作では特定のイベント時のみの使用で通常時の機能としてはボツにしました。ゲームスピードを上げたくなかったのと、今作は全体的にシンプルなゲーム性にしたいというのが理由です。ステップを使うには地上にいた方がいいけど、摩擦やブレーキがない空中の方が高速の状態を維持しやすい。そんな感じのゲーム性でいこうかな。お空を自由に飛び回るよりは地上付近でぴょんぴょん跳ねてるバッタ戦法が強いって感じです。ハットはほとんど前作から移植してきてデザインを変更。追加で前作で要望のあったサイズ変更に対応してみました。モニターサイズとか距離とかに応じて見やすい大きさに変えられるようになります。またこれまではずっと16対9の固定アスペクト比で作ってきましたが、ハットをレスポンシブ対応させて自由に変えられるようになりました。最近は横長のモニターなんかも増えてきたので、こういうのもあると便利かなって。縦長も一応できるけど、まあこれは非推奨かな。横長に対応するとなるとロックオン範囲をどうするかの問題が出てきます。 V3IR では画面全体でロックオン可能としていましたが、アスペクト比次第で有利不利が出てきます。ということでこういう四角形のサイトも作ってみたんですがボツになりました。理由は前作同様ですが、難易度的にここで難しくしたくないのと、やっぱりシンプルなゲーム性でいきたいからって感じですね。横長にしてプレイすると視界もロックオン範囲も広がって有利になりますが、まあオフライン専用なので楽しければいいじゃないか、そう思うことにしました。というわけで今回の動画は以上になります。開発の方は思ったより順調、熱があるうちにどんどん進めていきたいものです。次回は今作の企画とか方針とかも動画にしようかな。あとは早めに Steam のページを作っちゃおうかな。興味があればまた見てやってください。トップウェポンイってもやってるよ。それではご視聴ありがとうございました。